も作りましたが、新たな仕組みを使って、いい感じに連発できるようにしたいので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは以前作ったオートマチック銃回の仕組みを確認しておきます。こちらは発熱するタングステンとすぐ燃え尽きる壊した松ぼっくり、ベアリングを使った分離の仕組みでコアスの弾を好きなタイミングで発射できるようにしています。でも仕組みの構造上相談数が少ないですし、発射に失敗することもあるので、もっと相談数を多くできて安定する他の仕組みを開発します。まずは前後のスペースを確保できる新しい弾からです。こんな感じで消滅するギリギリまで小さくした鉄の刃と焼いたスライム、プラスチックの糸を組み合わせて反動の低いコンパクトな弾を作りました。こちらに火をつけると、よし、反動を抑えてそれなりに強い弾を発射できました。これで弾はできたので、この弾をギリギリ誘爆しない感覚で並べていきましょう。その結果、2センチほど空いていれば問題なく弾を発射することが分かりました。この間隔を保って10個の弾を並べていきましょう。ちょうどいいプラスチックのかけらを間に挟むことで綺麗に並べることができました。この状態で前から順番に火をつけていくと、途中で壊れてしまいます。鉄の刃とプラスチックの間の隙間が狭すぎるみたいです。そこでプラスチックの長さを変えて火薬とプラスチックの間を1センチ開けて接着し直すことで隙間を拡大してみました。浮いているように見えますが、しっかり接着している状態です。これなら壊れずに発射できるんじゃないでしょうか。早速試してみると、なぜか壊れてしまいます。それでも同じ状態で何度か試していると、なぜか安定して発射できるようになりました。こういうこともあるので、とりあえずよしとしましょう。そしてこの弾の横にすぐに燃え尽きるまで焦がした松ぼっくりのかけらと電気を流すと発熱するタングステンのかけら、タングステンのかけらに通電させる古代の合金のかけらをそれぞれ最小サイズで取り付けました。この状態で古代の合金に向かってバッテリー8本分の電気を流すと、よし、タングステンが発熱して松ぼっくりに点火。燃え尽きた松ぼっくりが消えてタングステンが落ちるという順序で次々に点火していくことができています。今は手動で点火していますが、これを何らかの力で自動化すればオートマチックに連発できるんじゃないでしょうか。まずはベアリング2つを使ったバネの動きを使って連発してみましょう。バネの力で前から後ろに振り子のように棒が動くようにして弾の横にある古代の合金でその棒を受け止めています。この状態で電気を流してみると、ダメですね。棒の動きが速すぎて古代の合金を貫通してしまっています。これでは前から順番に発射することはできませんね。そこで貫通しにくいように古代の合金にぶつかる部分を少し太い棒に変えてみました。この状態でもう一度試してみると、最初
初のニュースを打てましたが、そこから先は、貫通する現象が発生して、うまく打つことができません。この仕組みにバネを使うのは、向いていないみたいです。そこで、バネの力ではなく、重力を使って、棒を動かしてみましょう。最後の玉まで棒が動くように、通電させる棒とは別に、重りをつけています。早速この状態で、電気を流してみると、これなら、バネのように早く棒が動かないので、棒が貫通することなく、前から順番に、一発すべて打つことができました。でも、重力の影響を受けるので、角度をつけても打てるか、試しておきましょう。上を向けた状態だと、問題なく最後まで打てましたが、下に向けた状態だと、8発目を打った後、棒が動かなくなりました。そこで、バランスを調整して、打てるようにしましょう。この状態だと、よし、いい感じに連発して、すべて発射することができました。ここで試しに、棒を受け止めている古代の合金を外して、タングステンだけにしてみました。この状態でも、ゆっくり棒がタングステンに当たるので、棒は壊れずに、問題なく発射できています。自動的に発射する仕組みは、これで良さそうなので、ここからは手に持って発射するための仕組みを追加していきます。長い棒を使って狙いやすい照準器を取り付けたら、弾を発射しても手を離さないように、ベアリングを使って分離した持ちやすいグリップと、右手でひねって発射する引き金に電気を流すバッテリーを取り付けました。これで持って撃てるようになったので、早速撃ってみると、おっと、一発目で壊れてしまいました。手で持つと反動で揺れて、棒が壊れやすいみたいです。やはり、棒のダメージを防ぐための、古代の合金のパーツは必要ですね。再び取り付けましょう。ついでに壊れにくいように、ベアリングのガーリングを使って、強化しておきました。これならどうでしょうか。早速試してみると、右手でトリガーを動かして、一発目を撃った後、よし、連発することができています。バッテリーを体に押し付けているので、うまく反動を受け止めて、棒が壊れることなく、10発すべての弾を発射することができました。連射速度は遅いですが、その分好きなタイミングで狙って撃つことができるので、近くにある木に当てまくって、粉々にすることができました。これでようやく、オートマチック銃の完成ですね。カメラに向かって撃ってみましょう。一発目は反動で跳ねますが、2発目以降は反動も少なくて、撃ちやすいです。今度は向こうの木を狙いましょう。4本ある木の葉っぱと幹の部分を、それぞれ狙って撃っていますが、かなり狙いをつけやすいので、すべての木の葉っぱと幹に当てて、破壊することができました。今度は、小さな木を狙うと、こちらも離れたところから、バシバシ当てることができるので、狙い通りたくさんの木を破壊することができました。草を組み合わせた的は、中心を向かって精密に撃てるので、真ん中に穴を開けて、ドーナツ状にしてあげました。続いて、ドローン工場の壁を狙うと、広くも十分あるので、離れたところから、簡単に破壊することができます。狙撃向きの武器ですね。今度は風力発電機です。かなり離れたところから狙っているので、
一発のダメージが少なく、先端命中させないと、ギリギリ倒せないくらいの耐久力です。なんとか倒せるように、やり直しながら、撃ち続けていると、うまく弾が当たっていって、よし、破壊することができました。それでは今度は、こちらの雑魚キャラの大群を狙って、オートマチック銃を撃ってみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。一発目は貫通しましたが、二発目からはいい感じに当たって、雑魚キャラを吹き飛ばすことで、意外と多くの雑魚キャラを倒すことができています。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。バッテリーを押し付けながら、左手でグリップを握って、右手でトリガーをひねって、通電させることで、弾を発射できます。トリガーを引き続けていれば、ゆっくりした速度で停車してくれました。この狙いやさなら、ヘッドショットも楽勝ですね。それでは最後は、イエロースライムに効くように、ガラスのかけらを弾に追加したら、こちらの巨大スライムを狙って、オートマチック銃で撃ってみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。山の上から撃っていると、ダメージはゼロ。倒せません。近くから撃っても、ダメージを与えられず、倒すことができないので、最初の弾だけを、ガラスの針を32音重ねた、強力なガラスの弾に変更しましょう。よし、この弾なら、ダメージが入っています。でも、最初の一発しか効果がないので、何度もやり直しながら、撃ち続けていると、やったー！巨大スライムを倒しました。たくさん重なったガラスの針が、運よく多重ダメージを与えて、一撃で破壊できました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、改良型オートマチック銃さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー